本日もお城巡りにやってまいりました。今回訪れるお城は広島県にある広島城です。早速ですが問題です。広島城はある戦国大名の本拠地でした。その戦国大名は誰でしょう？ 1. 徳川家康。 2. 毛利元就。 3. 尼子春久。 4. 毛利輝元。正解は4の毛利輝元でした。毛利氏は毛利元就の代に吉田郡山城を本拠としていました。その後、孫の毛利輝元が豊臣政権に侵入し、初めて上洛した際に、聚楽台や大阪城を目の当たりにし、広島に本拠地を移す決意をしました。城の縄張りは聚楽台を手本にしたようです。本日訪れたのは広島城です。広島城は広島県広島市にある平城です。大田川河口の三角州に築かれました。城は三重の堀に囲まれています。外堀は大田川が自然の外堀として役割を担っています。後継の本丸は内堀に囲まれています。内堀の中に狭い二の丸が配置されており、内堀に囲まれた本丸と土橋でつながっていました。さらに内堀に浮かぶ二の丸は、内堀の外に配置された三の丸ともつながっています。二の丸の形状は角馬出しと同様なので、馬出しのようですが、規模が巨大すぎるようです。小口の要でした。内堀の周囲には北の丸、竹の丸、内表車、三の丸がありました。さらにこの車軍は中堀で囲まれており、中堀の外側には西の丸、表車、北の車が配置されていました。広島城の城主について見ていきたいと思います。毛利氏を発展させたのは毛利元就ですが、彼は吉田郡山城を本拠地としていました。毛利氏は中国地方8カ国に勢力を広げた戦国大名です。広島城は吉田郡山城から40キロほどの場所にあります。吉田郡山城は山城ですが、広島城は瀬戸内海に面する土地にあります。毛利輝元は大田川の三角州に築城しました。広島城の立地に関するエピソードです。ある時、毛利輝元は丘陵地に城を築こうとしました。広島城が低地にあることは懸念だったようです。毛利氏を支え、輝元の叔父にあたる小早川隆景という人物がいるのですが、彼は豊臣秀吉の家臣であった黒田官兵衛に相談すべきと言ったそうです。相談を受け、黒田官兵衛は次のように考えます。もし毛利氏が背いた場合、毛利氏の城は要害ではない方が良いと。そのため黒田官兵衛は小早川隆景に、広島城の要害は悪くないと伝えました。そして小早川隆景は主人の毛利輝元に黒田官兵衛の意見をそのまま伝えました。そのため毛利輝元は丘陵地に城を移転することを中止します。秀吉が広島城に立ち寄りました。秀吉は広島城を見ると、鉄攻めにすればすぐに落城すると言いました。毛利輝元は小早川隆景を恨みます。その時、小早川隆景は次のように返しました。秀吉に警戒されないためには、広島城のような要害でない城の方が良いのです。
黒田官兵衛に相談したのも、黒田官兵衛の返答も全て計算通りですと。広島城は水に弱いお城だったようです。毛利輝元は豊臣政権に参加し、五大老の一人となります。豊臣政権は四国征伐、九州征伐、朝鮮出兵と軍役を重ねました。築城は1589年に始まります。2年後に毛利輝元は入城したようです。この時城はまだ完成していませんでした。1600年、石田三成と徳川家康の間で関ヶ原の戦いが起こります。毛利輝元は西軍の総大将に祭り上げられました。毛利家は関ヶ原の戦いで西軍の総大将でしたが、内部は戦の前にすでに崩壊していました。毛利家を発展させた毛利元就の三本屋の教えのエピソードは有名ですが、毛利元就は自分の子供を他家に養子にやり、一族を発展させました。小早川家には三男の高垣を養子に送り、当主とします。吉川家には次男である元春が養子に送られました。吉川と小早川が毛利両線として毛利氏本家を支えていく体制です。ところが関ヶ原の戦いでは三本屋の教えのエピソードに出てくる吉川元春、小早川高垣は共に他界しています。関ヶ原合戦時の吉川家の当主は吉川広家、小早川家の当主は小早川秀明でした。吉川広家は秀吉の盤面に領土問題で揉めており、死後徳川家康に接近します。さらに毛利家の外交層であった安国寺家系と吉川広家は仲が悪かったようです。関ヶ原の戦いの時、安国寺家系は豊臣政権の方を主張します。吉川広家は関ヶ原における徳川軍の徳川家康の勝利を主張します。結果、吉川広家は主人の毛利輝元、安国寺家系に内密で、東軍の黒田長政を通じて徳川家康に内通するという行動に出ました。そして家康に毛利本家の領土安堵の約束を取り付けました。毛利両線の小早川家を継いだ小早川秀明。彼は関ヶ原の戦いでは本来毛利本軍が布陣する予定であった松尾山に後から乗り込み布陣します。松尾山は戦略的に重要な山だったようです。そして味方であるはずの西軍の大谷義継隊に山の上から突撃します。裏切りです。これが西軍の崩壊のきっかけを導きました。このように関ヶ原の戦いの時には毛利家は戦前から調略にかかっており、すでに崩壊していました。ちなみに西軍総大将の毛利輝元は豊臣秀頼のいる大阪城内にいました。関ヶ原の戦いでは徳川家康の勝利に終わります。家康は大阪城の明け渡しの使者を派遣します。難攻不落の大阪城に豊臣秀頼と共にいた毛利輝元は毛利家の本領は安堵するという家康の約束を信じたため城を出ました。結局、吉川広家の約束が徳川家康に守られることはなく、毛利家は周防長門の二国に元封されます。毛利輝元はそれまで本拠地であった広島城を退去、萩城へと移りました。広島城へは福島正則が入ります。尾張清須24万石からの天風でした。与えられた秋備後は42万石です。大幅な数増です。福島正則は豊臣秀吉子飼いの武将です。静ヶ岳の七本槍としての武名も名高い武将でした。
織田信長が今川義元を討ち取った桶狭間の戦いの翌年に生まれています。朝鮮出兵を得て、石田三成と険悪の中となります。関ヶ原の戦いでは率先して、家康の東軍に味方しました。異常の清洲城を東軍の拠点として提供しています。実は福島正則、関ヶ原の戦いでは豊臣政権の五大老の一人である宇喜多秀家相手に奮戦しています。その功績もあり、毛利家の本拠であった広島城を与えられました。余談です。実は福島正則、関ヶ原の敗戦後、家康の戦後処理に対して毛利家の存続に奔走しました。この働きもあり、毛利氏は原方にとどまりました。毛利輝元は大阪城から出る際に、家康は毛利家の本領を安堵すると約束しているので、恐ろしい話です。福島正則が広島城へ入城した際、すでに城は毛利氏によってほぼ完成されていましたが、三の丸は石垣のみで、櫓や堀がなかったようです。福島正則が増改築を行いました。広島城主となった福島正則、もともと豊臣恩顧の大名です。徳川氏が関ヶ原で石田三成を破り、征夷大将軍に任命され、国権が豊臣氏から徳川氏へと移っていくこの時期に面白い動きをする人物です。これは天下不振の際の話です。江戸幕府を開いた徳川家は江戸城、伏見城改修、彦根城や駿府城の築城などを諸大名に命じました。福島正則は丹波篠山城と名古屋城の築城に動員されています。名古屋城築城の際に熊本城主の加藤清正、姫路城主の池田輝政、和歌山藩主の浅野義長、そして福島正則で集まる機会がありました。4人とも丹波篠山城と名古屋城築城に駆り出された仲です。福島正則が名古屋城の天下武神について文句を言いました。江戸城駿府城の天下武神は将軍、大御所という天下の重鎮の城なので理解ができるが、名古屋城は徳川の跡継ぎでもない一族の城なので、その手伝いをさせられるのは耐え難いと。そして池田輝政は家康の娘婿だから諸大名を代表してこの状況を訴えてほしいと依頼しました。その場にいた加藤清正は、手伝いたくないなら早々に帰国して謀反すればいい。それができないなら言われた通りの仕事をこなすしかないと。お互い笑い合ってその話は終わったようです。徳川が天下の実権を握る慶長13年、大阪の豊臣秀頼が天然痘を患いました。西日本の豊臣系の諸大名は内密に秀頼のお見舞いをしました。福島正則は急ぎ大阪城へ参上したようです。福島正則は豊臣家と徳川家の融和を図ることに全力を出します。豊臣秀頼と徳川秀忠の娘である千姫の婚儀が成立した際には、福島正則が西国諸大名を誘って奉公の生死を差し出したとの風説が立ちました。このような豊臣家と徳川家の融和に働いた福島正則、幕府からは警戒されていたようです。徳川家と豊臣家の間で戦が起こります。大阪冬の陣です。福島正則は江戸にいました。秀忠からは暇が出ず、江戸を出られなかったようです。西日本の諸大名に対しては、家康から速やかに帰国し、指示があり次第大阪に出陣するように命が下りましたが、福島正則、黒田長政、加藤義明は江戸に留め置かれました。福島正則は改易となり、広島城を出ることになります。広島で洪水が起こります。三の丸まで推進し、本丸、二の丸、外郭の櫓塀にも被害が出たようです。福島正則は幕府に無断で損壊した石垣、櫓の修復を行い、事後報告します。これを理由に改易されました。
余談です。福島正則が抵抗せずに円滑に城の明け渡しを行ったので、最初予定されていた津軽への転封ではなく、信濃川中島に4万5千石を与えられました。広島では49万8千石だったので大幅な減俸です。信濃川中島は嫡男の福島忠勝が藩主を務め、福島正則はこの地で謹慎生活を送りました。そして64歳で死去します。死去した際に幕府の検視を得ずに火葬します。その罪を咎められ、4万5千石を没収されます。その後、3000石の旗本として存続しました。次に、広島城の城主となったのは、浅野長明という人物でした。家康の娘を妻としています。浅野家は経歴がなかなか面白い家です。浅野長勝という人物がいます。男はおらず2人の娘がいました。姉がおね、妹がややです。おねは豊臣秀吉の妻です。ややの婿になったのが浅野長政でした。豊臣家のご奉行を務めました。関ヶ原の戦いでは石田三成ではなく家康に味方しています。浅野長政は関ヶ原の戦い後、隠居し日立に5万石を与えられています。日立に5万石を与えられた浅野氏は、後に赤穂に転封となります。そして、浅野長政の長男は紀伊に36万石を与えられました。広島城の城主となった浅野長明は浅野長政の次男です。浅野長明は浅野長政の長男の後を継ぎ、紀伊から広島の42万石へ転封し、浅野家の宗家となりました。余談です。赤穂浪士事件は認証事件を起こした浅野長明は、赤穂浅野家出身で同じ血縁関係にあります。本題に戻ります。福島正則の城の明け渡しは円滑に行き、福島市の津軽への転封を回避されたのですが、浅野氏は入城の際に福島正則の残党に襲撃されています。抵抗はあったようですね。浅野家は幕末まで広島城を居城としました。余談ですが、その後の広島城、1894年の日清戦争の際に、広島城は大本営となっています。本丸内に師団司令部が置かれ、明治天皇の安在所となりました。城内では帝国議会が開かれました。最後までご視聴いただきありがとうございました。本日のお城巡りはいかがでしたでしょうか。ぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。次回のお城巡りは福岡城です。ご期待ください。